発射した弾がバラバラになって飛んでいきます。プリミティアプレイヤーエールです。今回は三式弾を作ってみようと思います。飛んだ後に拡散する弾ですね。以前にも作りましたが、さらに綺麗に弾をばらまいてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは細いニトロセルロースの棒に複数の鉄の刃と発射用の火薬をつけて発射した後に引火するようにしましょう。引火のタイミングは松ぼっくりの数で調整します。こちらを木に向かって飛ばしてみると、ぶつかる直前で引火してたくさんの弾が当たったみたいです。でも弾の数が少ないと拡散する力が強すぎるせいかあんまり当たってくれません。そこでどこまで拡散しているかわかりやすくするために30センチ四方の草を大量に組み合わせた拡散する弾用の的を作りました。こちらに向かって発射すると、なるほど、引火して燃えています。これはこれで派手ですが、発射した弾に注目すると貫通してしまっているみたいです。多分拡散した時の弾の勢いが速すぎるせいですね。そこでたくさんの弾を搭載できて、さらに爆発力の低いニトロセルロースの棒を作りましょう。長い棒だと勢いよく石が飛んでいきますが、ロケットエンジンに接続して消耗して黒くなったニトロセルロースを使うことで爆発力を弱くすることができます。消える直前まで消耗させるとほとんど石が飛びません。このニトロセルロースに大量の鉄の刃をつけて拡散して弾をばらまく三式弾にしていきましょう。おっと、手で引き寄せた刃が当たって途中で壊れてしまいました。こうなっても大丈夫なようにこまめにセーブするのは大切ですね。何度もセーブしながら慎重に鉄の刃を貼り付けまくっていくことで全部で57本取り付けることができました。このまま爆発させてみると、綺麗に拡散しています。でも鉄の刃同士がくっついている場所もあったので、すべての弾がばらけるように修正していきます。これならどうでしょうか。よし、すべての弾がばらけて拡散してくれました。こちらに発射用の仕組みをつけて的を狙って発射すると、なるほど、鉄の刃がたくさんついていることで全体の重量が重くなって弾速が遅くなっています。これではせっかく拡散してもまともなダメージが入りませんね。もっと弾速を上げるために発射用の火薬を大きくしましょう。このくらいなら松ぼっくりを壊さずに飛ばせます。この状態で発射すると、思ったより弾速が遅いです。今度は複数の火薬を組み合わせた火薬エンジンをくっつけて発射してみましょう。なるほど。弾速は速くなりましたが、安定しませんね。これではまともに当てることもできないので、火薬エンジンを取り外して、かなり大きめの火薬を発射用の火薬として取り付けました。この大きさだと、松ぼっくりを破壊して飛ばなくなってしまうので、大きなゴムの塊の端から1センチ離したところに松ぼっくりをつけて、ゴムが衝撃を受け止めることね。壊れないことと火薬から導火線に引火することを両立しましょう。早速弾をセットして発射してみると、ちょうどいい弾速で飛んで弾をばらまいてくれています。山なりな軌道を描きますが、ちゃんと狙えば拡散する弾を当てることができました。威力は低いですが、ちゃんと拡散する三式弾として成立しています。視点を変えてみると、弾が途中で拡散しているのがわかりやすいです。でも、あまり近くで発射すると、
拡散する前に当たりますし、運が悪いと引火せずに拡散しないこともあるので、一発だけの弾だと不安ですね。そこで、弾を4発連続で発射できるようにしましょう。引火しないように距離を離した弾に、点火タイミングを変更するための1センチの厚さの水晶をつけることで、上から順番に発射されるようにしました。トリガーを引くだけでいい感じに連発できています。発射の仕組みはこれで OK として、さらに撃ちやすくなるように、ベアリングを間に挟んで、弾を別パーツ扱いにすることで、発射した時に手を離さないようにしました。よし、これで三式弾を発射できる三式弾ランチャーができました。手に持っての発射も問題なく行えています。これで完成ですね。カメラに向かって撃ってみると、発射した弾がバラバラになって飛んでいきます。総弾数が4発あるので、遠慮せずにバンバン撃ちまくりましょう。的にうまく当たれば、ボコッと穴を開けられるので楽しいです。そして、普通に生えている木を狙って撃つと、発射角度が悪いのか、拡散せずにまとまった弾が当たりました。これはこれでダメージが高くて強いです。もう少し距離を離して、水平に近い発射角度にすると、無事に引火して拡散した弾を当てられましたが、その場合はダメージが低くなってしまいます。うまく使い分けたいですね。では、いつものように大きな木から狙っていきましょう。なるほど。拡散しない弾の塊が当たった時は葉っぱを破壊できましたが、散らばった弾が当たっても破壊することはできませんでした。やはり防御力の高い敵には効果の薄い武器みたいです。ドローン工場の壁を狙うと、まとまった弾がなかなかのダメージを与えてくれて、4発目で破壊完了です。そして、風力発電機の方は、拡散した弾では全くダメージが入ってくれないので、近くに寄って弾の塊を当てていきましょう。そうすると、よし、破壊できました。弾がでかくて当てやすいのもいいところです。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、三式弾を撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。ザコキャラが相手なら、重量も耐久力も低いので、散らばった弾がまとめて破壊してくれています。こういう相手には、三式弾による攻撃は有効ですね。たったの4発で、ほとんどのザコキャラを葬り去ることができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。弾が大きいですし、拡散してくれるので、大体の狙いを合わせてトリガーを引けば、命中させることができます。57発の拡散する弾のおかげで、ザコキャラの大群は、ほぼ壊滅状態ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、銀の刃を先端に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って、三式弾を撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。砕け散れー。なるほど。ダメージはちゃんと入っていますが、4発の弾だけでは倒しきることができません。それでも、近くで当てればダメージは増えるので、諦めずに何度も発射していると、やったー !4653 ダメージ。巨大スライムを倒しました。弾を打ち尽くした後、三式弾ランチャーに残った水晶に当たって倒すことができたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた三式団さんにも、お裾分けしてあげます。
高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、